Hello， 大家，伪装的真实之吻第2集，小梁和小泉的幼稚比拼开始了。究竟他们2个谁能够成功先让对方投降，承认爱上了自己？他们又该如何在对决的外衣之下传达对彼此的真心？我们赶快来看看。何この状況？何って勝負だろ。帰る。おい、俺まだ行ってないんだけ天哪，都到这个份上，还要以对决为借口吗？怎么可能就为了对决就真的就做到底啊？あれ？大西、これってティザ高校の資料って入ってる？東野、おいまた釣り直しじゃん。すいません、すぐやってきます。ど。いや、プレゼン準備。现在还没有办法正视他呀！もう四谷。昨日はすごく楽しかったな。哇塞，そうだな。强压内心的千百种心绪，还是假装一副无所谓。でさ、早速なんだけど、今週末予定空いてるか？今週末か？ちょっと待って。要出招了。今週末。そしたらこの間仕事で行ったレストランがめっちゃ景色良くて飯もうまかったから一緒にな。お、早速デートのお誘いか？だったらさ、気安く触んの。なんだよ。俺には優しくしてくれよ。一夜を共にした仲だろ。哦，小梁太会了。離れろ。小泉本来还想要当那个主动进攻的，结果根本招架不住。普段あんなに仕事できるのにさ、恋愛スキルは高校生レベルのままなんじゃないの？あのな、そういうところが可愛い。バカにすんの。太会了。お前普段どうやって男誘ってんの？は？なんで俺がいつも男とやってる方向になってんの？俺したことねえよ。寮以外と男となんて。干嘛？你夺走了他第1次，你这不应该算你赢了吗？你反而退缩了，害怕了。いや、紫藤さんやばいっす。正直今回うちが割り食って終わる案件だと思ってたのに。こういうのはさ、相手の利益のことを第一に考えてみると意外と自分たちの利益につながってきたりする。恋愛と一緒ですね。自分のことばっかりじゃなくて相手が喜んでもらえることを考えれば自然と自分にとってもいい結果がついてくる。紫藤さんは紫藤さんなんだから仕事でも恋愛でも簡単に攻略できちゃうでしょ。俺は好きでもないやつを落とすとしたらお前ならどうする？あ、好きじゃないんですよね。そうだが你还不喜欢人家哦？なんかすごく危ない話してませんか？これって真っ暗い。いや違うよ。なわけあるか。我觉得这个大西常常都会很精准的把话给讲中哦。之后可能要多观察观察他。冷た。お疲れ。哎呀，お前もいたのか。なんかよ。留下来陪你。口説きに来たのか。俺今超疲れてるから。朝お前が言ってたことなんだけど。なんだっけ。なんだよ。没想到你这么郑重其事。男としたの初めてだっていう。あれが初めてってお前、あの時のお前エロすぎんだろ。バカ。声でけえよ。だったらもっとお前ってことが済んだろ。お前が有無を言わせなかったんだろ。だからってさ。なんだよ。再说是你的。お前以外許すわけないだろ。对呀、再说对方是你嘛？てかお前はしたことあんのかよ。你跟我以外的事还说过。俺はあるけど。お前男にはモテるんだな。うるせえな。そっちの方が楽で好きなだけだ。又是唇枪舌剑的。また相手してやろっか。お前のんけのくせによくそんなこと言えんな。1回やったら2回も3回も同じだろ。同じじゃねえよ。俺はセフレになる気はねえから。我要当情人。じゃあお前の好きなことって他に何？
哎呦，不知道是你真的开始关心我了，还是只是为了对决。俺らって張り合ってばっかでさ、まともに自分たちのこと話してこなかったろ。こういう機会にさ、歩み寄ってみようよ。好きにさせるよ、俺のことは。バカみてもしかしてお前本当に俺に惚れそうで怖いんだろ。なわけあるか。お前こそ。じゃあ遠慮なく。完全不允许感动的。这个对话就是必须要一波未平，一波又起。一个换上睡衣战袍，一个カベルネ好きだろ。创造浪漫氛围。なんで知ってんの？お前ここ最近忙しかったんだろ。今日はこうしたい気分かなって思ってさ。善は昔から息抜きが下手じゃん。ストレス解消も大事だぞ。高校の時もさ、テストで1位取らなきゃ死ぬって顔して思い詰めて眉間にしわ寄ってたし。やめろ。从以前就一直在默默关注他哦。可愛いわけ。口説いてんじゃねえ。そういう勝負だろ。顔だけじゃない、ちゃんと男らしさもあって。我不能沦陷，我不能沦陷。そんな風に思ってくれてんならもっと早く言ってくれればよかった。俺の体も気に入ってたりして。正直に言ってみろ。现在换成小梁，我不能沦陷，我不能沦陷。どうする？キスにもそういう効果があるって知ってたか？だからってお前にそれができ。おお。バカにすんな。キスぐらいどうってことない。这次还没喝醉哦。俺のことを落とすんだったらこれぐらいしてもらわなきゃな。哎，不是真的醉了。善、好可惜哦，小泉，你错过了一个差点成功得分的机会了。早く来いよ。お前いつも一人なんだから、たまにはこういうのもいいだろ。勝者の言うことは何でも聞くんだろ。そういうルールなかっただろ。今作った。从那个时候，为了把小泉留在自己身边，就这样子强制定这条规矩哦。善ってさ、家帰っても気張ってんの？なんでそんなこと。あ、また眉間にシワが。メロンパンついてんぞ。食ったら今度は横になってみ。よいしょ。ダメ人間の生活だろそれは。いいから、ほら、お前も寝るんだよ。お前ほどの頑張り屋がこんなんでダメ人間になるわけないだろ。これは息抜きだ。青春时的小泉，因为小梁在自己身边而变得更快乐。现在也是因为小梁在自己身边才放松睡着的吧？話す。善知ってるか。ハグもストレス解消になるらしいぞ。あんだけ働いた後にリラックスしたらそりゃ寝落ちもするよ。だからストレスでしかないから。いきなりキスしてきたやつが何言ってんだ。躺回去。そうそう、素直でよろしい。亮は今までもこうやっていろんなやつ口説いてきたのか。你就大方承认他这个方式成功撩到你的これからは俺だけにしろよ。了。哇，善、又把持不住了。俺はって言うとでも思ったかバカ。帰る。哎呦，你就不要逞一时口舌之快，不然你又得分了。我看你是自己害羞了吧？じゃあね。你不会背后还有一个剪不断理还乱的关系吧？不要啊！
有没有人跟我一样也很喜欢这部剧的青春组的？他们两个真的气质很棒，因为他们两个从以前到现在，他们的相处模式、行为模式都没有改变，还是一样的幼稚。所以呀，看到上班族的他们做这么幼稚的行为，说真的，虽然挺搞笑，但难免还是有点觉得，哎，你们这把年纪了，在干这些会不会有点尴尬？可是如果是穿上学生制服的年轻人干这种幼稚的勾当，就觉得合情合理。所以青春组看得身心舒畅啊。不过上班族时期的他们的故事也是有趣的啦，好几次我都跟他们一样，一直在怀疑现在眼前的这个人到底是真心的还是故意的，在决胜负，在故意撩。本来灯光美气氛佳，就快要擦枪走火了，结果呢又突然给我来个反转，突然把话题扯回决胜负的部分呢，那一刻我都会怀疑是不是小泉自己害羞了。总之，两个幼稚鬼的拉扯还会继续下去哈，只希望后面不要让我们等太久哈。别忘了拉扯之余，每一集要往前走一小步哦，不要真的一直都在原地踏步哦。能够做到这一点，我就很满足了。这期就看到这边，下次见，拜拜。